んにちは、ともりです。って思った方いらっしゃると思うんですけれども、私がなぜこの格好になっているかは、タティさんの動画を見ていただければと思います。じゃあ、改めまして、今日はですね、枝豆純子さんと、タチアナ・オクタビアンさんを迎えてですね、人には言えない人生相談をやっていきたいと思います。お二人ともありがとうございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。いやもう午前中から入ってるんですけどね、私たち暗くなってきちゃいましたね。やだやだ。じゃあ枝豆さんからちょっと自己紹介の方からお願いします。はい、よろしくお願いいたします。常に世の中にご迷惑をおかけしておりますドラッグクイーンの枝豆純子です。よろしくお願いいたします。お久しぶりでございます。先生のね動画を一度お邪魔させていただきましたタティアナ・オクタビアでございます。結構私たちは週1ぐらいではねクリニックでは会ってるんですけれども、タティアナさんとしては久しぶりね。1年ぶりぐらいですかね。1年ぶりぐらいなんで。そうなんですよ。先生今日お名前が決まったじゃない。そうなんです。ちょっとね枝豆ファミリーとしてデビューできることになって。入門ですか。そうなんです。私ニューフレンディっていうお名前をね、ドラッグクイーン名のニューフレンディさんでございます。はい。なのでちょっとこれで行かせていただきたいんですけれども、お二人は結構辛口だけれども愛があるなんかねトークがいつもねしてくれてるなと思うので、結構辛口かな。なんとなく女子同士って大丈夫大丈夫きっと大丈夫って大丈夫しか言ってないみたいな。大丈夫言わない。だけどちゃんと具体的に言ってくれるじゃないですか。ああ確かに確かに。でも純子さん大体8割適当です。そう。確かにね。相談受けて言葉発するってある意味さちょっと無責任な方が多分本当のこと言える気がするからね。で私インスタで募集したら結構来たんですよ。やだありがとうございます。文句誹謗中傷。いや大丈夫です大丈夫。いつも美容でっていうのが多いから美容以外でのお悩みで言ったんですね。答えられるよ。全然答えられる。答えられます。答えられる。これねちょっと私もなんて答えようかなと思ったのが1個あったんです。美容で先生困ってる助けるわ。鼻毛が伸びるのが早いです。脱毛したらいいのか悩んでいます。しなくていい。鼻毛あった方がいいんだよ。だって防御だから。ドンキに売ってる鼻毛のカッターずっとこう2本こうあってあれすればね全然いいと思いますよ。答えはドンキの鼻毛カッターをお買い求めください。そうお願いします。よかった。じゃあこれ私もなかなかわからなかった。わかんないでしょ先生それ。先生わかるわけないじゃないそんなこと。大丈夫ですかね。じゃあ次です。これはね結構ね深いなと思ったの。愛と恋の違いについて教えてください。よくあるね。よくあるやつだ。よくあるの？よくあるの。字が違うもん。そこか。そもそも字が違うんだからもうことも違うじゃないって感じ。漢字の違いよね。漢字の違い。具体的には？具体的にはもう恋と愛の違いをどういうふうにしたいかだよね。どういうふうにしないか。わかるもんじゃないよそんなの恋も愛も。一緒。一緒一緒。一緒。今恋してますか？してません。愛は？してません。じゃあ恋は？してません。今一瞬曲がった。一瞬曲がったよね。今あったね。恋はしてます。あら。常に恋をしています。タティアナは皆さんに恋をしています。皆さんの恋人タティアナです。なんか恋も愛ももういいわよ。私はなんかのテレビかなんかの企画でその同じような質問を誰かがなさってて誰かが答えた答えが素晴らしいなと思ったのが一個あって、恋は自分主体のもの、愛は相手が主体のものって言ってました。相手のためになるほどこうしたいとか相手のためにこうした方がいいとかっていう。愛はじゃあもう万人だもんね。家族愛とか友人愛とかさ、確かにおっしゃることは当たりかもしれないわ。あと多分ねこれね枝豆さんのファンだと思います。はい。ずんこ先生の朝からコーヒーブログいつも拝見しております。ありがとうございます。どうしたら痩せますか？ブログ関係ない。食べなきゃいいんだから。ブログどんなブログをお書きになってるんですか？今日の朝は飯田橋のコーヒー店のコーヒーのブログを書きました。日本全国のコーヒーはどんなお味なのかなっていうねブログをいつも書いてるんですけど、これでもう6年目なんですね。コーヒー100名店っていうか、そう行き切ったから、そろそろ美味しいコーヒー屋さん皆さん教えてください。宛先はご自身で調べていただければと思います。全部嘘でございます。コーヒーブログ。どうしたら痩せますかって普通に運動すれば痩せるからね。言っちゃったね。じゃあコーヒーを飲んで運動する。そう。この目の前にあるこれもずっと美味しそうな。そう今日はちょっとお二人をねイメージして可愛いらしい嬉しい。あとはケーキを
ありがとうございます。召し上がりながらぜひぜひ。どこのやつですか？これはあいつも子供の誕生日ケーキを頼む表参道にあるなんかオーダーケーキのお店で、でもこれは既存なんですけどオーダーもできるっていう。これ何味だろう？ミントかな？ミントかな？じゃあいただきます。ミントですか？これ赤いから紅生姜かな。違うかな。紅生姜かもしれない。紅生姜じゃないよ。岩下の？岩下の。新生姜だわ。これね結構ね私も知りたいかも。老後のために何か備えていることはありますか？おむつ？何にも考えてない。何も？うん。例えばお姉さん方は変な話お年を召した時にはやっぱり引退されるんですか？いやーずっとなんかやりたくない。なんで生涯現役ですみたいな感じじゃないの？いや今すぐにでもやめたいと思ってやってるから、私はやりたいと思ってやり始めたタイプじゃないので、たまたまそういう人生だったってだけの話で、別にそんなに1ヶ月通しても1回塗ればいいなと思ってるタイプ。タティは？私はちょっとコスプレ感覚がちょっとあるかなるもしれない。ほどね。ドラッグクイーンさんは常にこの格好はしてないわけでしょ？してないですね。だからそのスイッチが入って踊ったりとかするときにこの格好をするっていうイメージなんで、ドラッグクイーンっていうショーをやりたいからなりますみたいなイメージじゃないんですか？そういう人もいますよね。みんな結構バラバラだと思いますけど、どんなことから？なんか気がついたらなってた。そうたまたまこの世の中の流れで、流れるままに生きてたらそういうのがお仕事になっちゃってたって人の方が多いと思うよ今。私も純子さんもクイーンデビューは遅いんですね。そっかそっか。そう結構もう最近の若い方とかって10代から塗ったり20代初めから塗ったりしてらっしゃる方もいるけど、私も純子さんも遅咲きなのでそれこそ一度普通に働いてて仕事をしてひょんなことからこうなってるっていうのもあるので、ちょっと私たちは異色かもしれないですね。じゃあそんな2人にだからこそ仕事で辛くなると何もしたくなくなるのにそれを隠して日常生活を送らなければならないです。どうしたらいいでしょう？仕事で辛くなっちゃうんだ。わあやめた方がいいよね。でも本当に辛かったら変えた方がいいけど、お仕事の内容で辛かったらそれはなんか乗り越えた方がいいかなと思っちゃうのね。お仕事で内容抱えてるお仕事の内容とかで、行き詰まってもうダメっていうのはもうそれは超えてこうって思うけど、自分のポテンシャルのそうそう人間関係とかでもうここはないと思ったらいる必要はないんじゃないと私は思っちゃう。そこに頑張る必要はないかなと思っちゃうんだよね。ストレス解消法は何ですか？解消するためにやってるわけじゃなくて、私はもう常に日本の邦楽を聴くことがストレスをためないことになってる。洋楽って英語わかんないからこれ好きって言ってても意外と歌詞読んだらすごいえぐい歌詞だったりとかするでしょ。すごいポップな曲なのに。だけど日本語は理解できるから曲が乗っかった瞬間に違う言葉になるっていうか、その同じ言葉でも情景が変わってくるから、それで感情がすごく動くので、感情をいっぱい動かしてストレス発散してる。動かした方がいいんだ。動かした方がいいと思う。タティは？買い物です。買い物一番よね。最近一番高いもの何買ったの？最近買い物全然してないのよ。じゃあストレスないの？行く時間がない。旅行です。だから旅行に行った。韓国行きました。行った。何買った？イニスフリー。緑好きね。先生何ストレス発散？でも私あんまストレスがたまんないんですよ。私もたまんないんだよね。なんか結構好きなことを毎日やらせてもらってる人だってこうね、こんなメイクしたいって言ったらメイクしてもらったり、YouTube 撮らせてもらったり、あとクリニック行ったり、テレビ出してもらったり、好きなことばっかりやってるんで、それで文句言われてもしょうがないかなと思っていて。しょうがないもう。そうだからいろんなことをやるからそれがストレス解消なので、あと寝ちゃえばもうすぐ忘れちゃうんですよ。確かにね。嫌なことあっても寝れないってことがまずないんで、とりあえず一回寝ようと思って寝たらもうあんまり覚えてない。恋愛経験がなくて悩んでます。どういうことなんですか？なんで悩む？好きと思っても何から始めていいかわかんないから悩んでるとか。別に悩まなくていいんじゃない？みんな違うもんね。正解はないから。いやそうね、恋愛で悩むことなんてないもんな。もう大人になるとね、そんな感情もなくなる。ないの。自分の健康の方が心配だもん。そう、健康が一番。幸せかもしれないですね。幸せよ。恋愛で悩んでるって幸せだと思った方がいい。友達が一人しかいないのが悩みです。年齢とともに減り続けて気がついたら寂しいです。あら、寂しくないよ。全然友達いないけど寂しくないよ。ずっとお友達っている？
私いないんですよ。やっぱり引っ越したり転々もしてるし、東京出てきてまだ8年目、まだ8年か。そうです。東京出てきて1年目2年目ぐらいに会った子とかは仲いい子はいますけど、1人ぐらいです。しょっちゅう会ってるからといって別に仲いいわけじゃないじゃない。本当そうなんですよね。そう。じゃあ次からもバンバンバンといきますね。はい。好きな仕事とお給料が高い仕事、どちらを取りますか？好きな仕事。好きな仕事。以上。昔からガリガリな私にとっては増量が大変なのに人には理解してもらえるのが辛いです。人に理解してもらおうと思って生きてたら大変だからやめなさい。増量しなくていいんじゃないですか。そう。理解得なくていいよね、別にね。好きな体型、好きなものを着ればいいと思いますよ。確かにね。旦那さんのことを好きになれません。ああ。やだ。メンタルの保ち方を知り。メンタル保たなくていいから旦那さんをご紹介ください。お願いします。こちらで処理させていただきます。はい、こちらで。人生で何もかもがうまくいかないときはどうしますか？夫も仕事も投げ出したいが今は子供だけが救いですっていう。お子さんいるだけで羨ましいよ。家族があるだけ。家族だけだからもう本当に。自分と向き合いすぎて本当の自分が分からなくなりいちいち考えながら行動しちゃいます。わかる。私も分かんないままここまで来ちゃったからどこが本当なんだか分かりません。いろんな自分がいていいと思います。そうそう分かっちゃったらおしまい。面白くないから。あとね、私あんまりね HSP で自分に疲れます。HSP って何？旅行会社？それ HIS ですね。調べたの。そしたらなんか繊細さん、ちょっとしたことでも落ち込みやすいっていう方のことです。でもね、私そうだった。結構20歳前とか、意見を言わない。19ぐらいの時に女子の先輩に「あなたがはっきり物事を言わないからこの状況が悪化するの」って言われた時に、そこから変わりました。そう、ちゃんと言っていかなきゃみたいな。その一言でね変わったかもしれない。でも結構さ繊細なところあるじゃん。そうですね。繊細よ。結構繊細だからちょっとこれを見た時にタティっぽいかなとは思った。HSP？ 誰かが嘘ついて「ともり先生がタティのことを嫌だって言ってたよ」とかっていうのを聞くとやっぱ気にしちゃう。それは誰でも気にするか。難しいな。結構だからなんかそういう状況に陥った時にその相手の方と関わりを断つことが多いですね。聞かない？聞かないし、例えばここが仲良くて実は外で何かを言ってたっていうのが分かったら多分ここの関係が一回切れます私。もったいない。もったいない。相手によるかな。人によるわね。いやでもちょっとねいいお話聞けたんじゃないかなと思うんですけど。人生が浅いもんでね。いやいやもう楽しかったね。ありがとうね。私ずっとね純子さんとやりたいって言ってたから今日はちょっと夢が叶ったし、枝豆ファミリーにもしていただけたんで楽しかったです。旅立つんですか？なぜこうなったかっていうのはタティアナチャンネルではいぜひ見ていただければと思います。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ニューフレンドリー。